皆様、コン N です。NJ の遊び部屋へようこそ。今回はこちらの動画を解説していきたいと思います。この動画は前に主が作った動画じゃな。なかなか好評じゃったがいかん新尺が長くなってしまったから、今回は重要な部分だけをかいつまんで解説していこうと思うぞい。それでは早速本編を始めていきましょう。今回軸図 605R を拾いに行く条件ですが、1、新規データを作りランク1から始める。2、有料 DLC は単品もしくはイヤー2パスにて入手ができるタトラデュアルパックのみ使用する。3、MOD 車両は使用しない。このような形で攻略していきます。まずはサクッとチュートリアルを突破してしまうのじゃ。通常の攻略方法が知りたい方はこちらの動画シリーズがおすすめですよ。思いっきり宣伝じゃが役に立つことも言っておるでの。心配ランナーさんは一度目を通すと良いぞい。チュートリアルを突破したらあらかじめダウンロードをした無料のアニバーサリー DLC で入手することができるヘビーデューティー車両の HX520 と CT681 を売却しましょう。売却が済んだらトラックシュトアに移動して ANK、MK38 シビリアンを購入するのじゃ。購入したシビリアンを保管庫に入れたらミシガンで行う準備は全て完了です。ではいよいよアムールに突入じゃな。早速エリアを移動するぞい。今回はこの状態からアムールの攻略を開始していきます。まず一番初めにトラック保管庫から T813 を用意してカスタマイズをしていきましょう。改造する部分はフレーム装備からタトラ用法律機2台とルーフラックじゃな。この2つを装備したら車の準備は完了じゃ。いよいよ 605R 確保作戦スタートです。マップに出たらまず一番初めに行うのがガレージの裏口の開放じゃな。開放とは言いますが実際はクラクションを使ってゴミを吹き飛ばしてしまいます。ここのゴミは動かされた後に一度離れると地面に吸い込まれるから、こうすることで道が開くのじゃ。これで裏口が通れるようになったので煽り付きトレーラーを購入して先に進みましょう。便宜上裏口とは言うが道として用意されているわけではないからの。デフロックと AWD を使わないと通り抜けるのは大変じゃぞ。これでも一番動きやすいルートなんですよね。ちなみに今回通る予定のルートは右上のミニマップに書いておきましたのでご参考にどうぞ。湿原を抜けると凍った川沿いに出てくるから、ここを右に曲がり川に沿って登っていく感じじゃな。注意点じゃが、ここの氷は川の近くは割れて沈んでしまうでの。なるべく陸に近いところを進むのじゃ。大雑把な目安になりますが見た目に光沢がある氷は比較的安全ですね。じゃが中には見た目で判断しづらい場所もあるから、特に初めて走る場所は注意じゃな。氷の上を進んでいくと途中で道がなくなるから、右手の斜面を登りすぐ横を走る道路に出るのじゃ。ここも雪が積もっていて動きにくいのでデフロックや AWD をしっかり使って登っていきましょう。坂道を登りきると道路に出ますので、そこを左折して正面の橋の前でトレーラーを切り離します。そして T 字路から北に伸びる道があるのでその道を進んでいきましょう。あぜ道が先に伸びておるが、ここは再度河原に降りるのが正解じゃな。河原に降りたら右に曲がり、さらに川沿いを北上していくぞい。しばらく氷の上を走ってると鉄塔が見えてくるのでその手前を右折して正面に見える家に向かいます。近づいていくと前を道が通っているので左折して道に沿って進みましょう。さらに進むと道路が T 字路になっているのでここは直進していきます。 T 字路を越えた後に右手に見える電信柱を数え、2本目を越えたところで沼の方に進んでいくぞい。ここも完全に道がないので曲がる場所を間違えないように注意ですね。道を降りてくると目の前に池が広がっているからの。今回はこの池を横断するぞい。水深の警告が出ますが無視して進んじゃいましょう。池を横断していくと正面や右手側にカーテンサイダートレーラーが見えるので向かいましょう。これが今回最初に攻略を狙う証拠のトラブルじゃな。タスクを受注して追跡開始したらカーテンサイダートレーラーをつなぎ来た道を戻りましょう。
通る道が分かりにくいが、来た時にチクったタイヤ痕を頼りに戻るのが簡単だと思うのじゃ。もし迷ってしまったら、マップを開いて南に向かって走ればいいと思うぞい。南に向くと大きな鉄塔が左右に見えるので、左側の鉄塔に向かって走るのもいいと思います。道に戻ってきたらここを左折して、先ほど前を通った家を目指すのじゃ。雪の時もそうでしたが、ここの道はかなり悪いので、デフロックと AWD はお忘れなく。今の手持ちじゃと非 DLC 車両ではなかなか大変での、故に DLC 車両である T813 を使う理由にもなっているのじゃ。今ではもっと強力な DLC 車両もありますが、この T813 はイヤー2パスのおまけとしてもらえるのが嬉しいですね。さてルートの方じゃが、家と鉄塔の間を通ったら道を右にそれて河原に降りるのじゃ。マスターさんも苦労していますが、ここは大きな石がたくさん転がっていますので、乗り上げて亀になってしまわないように、通る道を気をつけて進んでいきましょう。来た道をどんどん戻っていくと、トレーラーを切り離した T 字路に戻ってきます。実は納品場所はここの右手の橋の先なんじゃが、橋が崩落してるから直接は行けないのじゃ。じゃからガレージ付近を大きく迂回して納品場所に向かうというわけじゃな。ガレージの横に着いたら反対側を見ると、一箇所だけ川が狭くなっている場所があるので、ちょっと怖いですが、ここを渡って対岸に移ります。ここは渡るのを失敗してトレーラーごと川に沈むと、タスクの受注場所に戻りリスタートする必要が出てくるから、特に気をつけるのじゃ。もう一回やるがな。怖いことに1回目より間隔も空いているので、こちらはさらにマスター、勢いで乗り切らないでください。ほっほ、こやつに言っても無駄じゃろうて、お主らはしっかり安全に渡るのじゃぞ。ここでも失敗すれば一からやり直しになるので、本当に気をつけて。ともあれ無事に渡れたら右手方向に進み、坂を登れば納品場所の倉庫はもうすぐそこじゃな。道路に出たら左に曲がれば、すぐ目の前に納品場所の倉庫が見えてきます。じゃが倉庫前のコンクリート板は段差が大きいから、できれば避けて走った方がいいぞい。これで倉庫のトラブルは達成です。新しく倉庫が開くので、そこで鉄骨針を積み込みましょう。鉄骨針を積み込んだら、倉庫につながる橋が倒壊しているので、そちらを復旧するタスク、倉庫への橋を拾いに現地に向かいます。動画の方ではすでに受注してあるが、これは主がとあるミスをしたのが原因じゃな。詳しくは元動画を確認してもらえばわかるから話さんが、仕事内容はよく確認せんといかんぞい。現地でタスクの受注と納品が終わったら、再度倉庫に戻り鉄骨針を積みに行きます。2本目の鉄骨針を持ってきたら、倉庫への橋、第1段階が突破じゃな。そしたら次は修理用交換部品を2個欲しいようじゃの。修理用交換部品は最初からある倉庫で拾うことができるのじゃ。なので今度はそちらの倉庫から2つ積み込み、同じく納品場所に運んで納品しちゃいましょう。これで確か倉庫への橋が完成じゃな。おめでとうございます。これで倉庫の行き来が簡単になりましたね。完成した橋を渡り、あらかじめ用意した煽り付きトレーラーをつなぎ再度倉庫に戻りましょう。トレーラーをつなぎ倉庫に戻ってきたら、鉄骨針をそれぞれに積み込むのじゃ。新しく狙う契約は山積みの仕事です。荷物量が多いので何回かに分けて運んでいきましょう。ガレージ前を経由して進む形になるからの、燃料を補給しながら向かうぞい。ガレージの横に着いたらガレージに移動して MK38 シビリアンを改造するのじゃ。今回はエンジンを 850TTA、サスペンションをアクティブ、タイヤを51インチアンコーに変更、サドルティを取り付けたぞい。改造が終わったらガレージを出発し、煽り付きセミトレーラーを購入してから合流しましょう。先に到着している T813 と合流したら、トレーラーを切り離してシビリアンから T813 に燃料を移すのじゃ。燃料を全部 T813 に移したら、シビリアンはガレージに戻してしまいましょう。燃料を補充したらさらに川沿いを南下して
南西にあるトンネルの地滑りに向かうぞい。ここは見ての通り岩だらけで走りにくく、横転もしやすいので気をつけて走っていきましょう。主も足を取られてかなり苦戦しておるの。他の車を用意して手伝わせるのも良いと思うのじゃ。なんとか突破して川沿いを進んでいくと、右手側が対面までつながっている場所にたどり着くので、一番奥側の川ギリギリの場所から縁を通る形で対面まで移動していきます。この場所は縁から離れると氷が割れてはまってしまうでの。危ないがギリギリを走っていくんじゃじょ。当然ですが、氷を踏み外して川に落ちても助かりませんので気をつけて。縁を進んでいくと光沢のある氷にたどり着きますので、そこで U ターンをして目的地に近づいていきましょう。ここまで来れば割れる氷の場所は突破じゃな。とりあえず一安心といったところかの。 U ターンをすると右手側に木がない場所が見えますので、そちらに向かって走っていきます。またここも岩が転がって亀になることもあるでの。通りやすい場所を選んで進んでいくんじゃじょ。横の木にミンチが取り付けられますので、そちらを利用するのも良いと思います。進行方向を見ると建物が見えとるでの。その左側を目指して進むのじゃ。建物の横を通り抜けると道に出てきますので、右折すれば目的地まですぐそこですね。そのまま目的地に走って納品してしまうのじゃ。これで鉄骨針の納品が終わりました。納品が終わったらトレーラーを切り離し、次はサービストレーラーを拾いに向かおうと思います。サービストレーラーの場所はこちらじゃな。今の道を東に向かって進んでいけばたどり着けるぞい。ただし道中は凍結路で道が凍って滑ってしまうので、路肩の雪を踏むことで登っていきましょう。マットタイヤは凍結路には弱いが、積雪路には対応できるから覚えておくと良いのじゃ。さらに道を進んでいくと今度は橋が落ちていますので、分かれ道を右に入り迂回路から向かいます。残念じゃがこの橋は直すことができないでの。道は悪いがこちらから進むしかないのじゃ。なんだかんだあったが目指していた町に到着じゃな。トレーラーのある工場は少し離れた場所にあるから、町を通り抜けて先に進んでいくのじゃ。工場に入ったら奥の方に行くと、お目当てのサービストレーラーがあるでの。これをつないだら、先ほど鉄骨針を納品したトンネルまで戻るのじゃ。来る時に使った道をしばらく戻る形になりますね。向かう時に気がつかれた方も多いと思いますが、道中に燃料セミトレーラーが横転している場所があります。行きの時に路肩の雪を踏んだ場所を進んだ先じゃの。同じ道で戻ろうとしてもこちらからではガードレールがある関係で路肩の雪を利用できないため、ルートを変更して川沿いの道を進んでいくことになります。ここは見ての通り道ではないからの。ミンチなどを使ってどうにか突破するんじゃぞ。幸いなことにミンチをつなぐ木はたくさんありますので、横転しないように気をつけて進みましょう。分かってるとは思うが細い木は簡単に折れるから、太い木を選んでつないでいくんじゃぞ。先ほどの場所を突破すると、納品場所のすぐ下の河原まで進めるからの。鉄骨針を運んだルートと同じじゃから、そのまま進んで納品場所にトレーラーを運ぶぞい。お疲れ様です。これでサービストレーラーの移動も完了ですね。納品はまだできないので、こちらに車を置いて他の荷物を運びに向かいましょう。ガレージに移動したら今度はシビリアンを用意して、先ほど河原に下ろしたセミトレーラーをつなぎます。セミトレーラーをつないだら資材倉庫に向かうぞい。ルートは今まで使った道で大丈夫じゃて。今度はここでそれぞれの倉庫から板材を4個と修理用交換部品を1個積み込むのじゃ。荷物を積み込んだら先ほどと同じルートを使いトンネルまで戻りましょう。これで板材4個と修理用交換部品1個の納品も完了です。納品が終わったらトレーラーを切り離して再度ガレージに戻るぞい。ガレージに戻ったらもう一度降りつきセミトレーラーを購入して倉庫に積み込みに向かうのじゃ。倉庫に着いたら残りの荷物を積むのですが、今回は先の仕事で使う荷物もあらかじめ積んでいきます。積んでいく荷物は山積みの仕事分で修理用交換部品を3個、
崖崩れタスク用に鉄骨針1本を乗せていきましょう。ここからは先ほどの繰り返しじゃな。同じ道を通ってトンネルに戻るぞい。トンネル前に戻ったら T813 から燃料をシビリアンに補給しましょう。燃料を補給したら残りの荷物を納品して山積みの仕事第1段階を突破します。第1段階が終わったら今度はメンテナンストレーラーを要求してくるでの。こちらもあらかじめ用意してあるから納品してしまうぞい。お疲れ様です。おめでとうございます。これでついに次のマップに移動できますね。ゲートウェイが開放されたから T813 は回収から保管庫に戻しておこうかの。保管庫に入れたらシビリアンに戻りゲートウェイから次のマップに移動するぞい。いよいよ2つ目のマップコスモドロームに到着です。まずはしばらく道なりに走っていきましょう。路面が凍ってるからのハンドル操作には気をつけるんじゃぞ。少し進むとタスクがあり道路を修復してほしいと頼まれますが、ここはウィンチを使って強引に突破していきます。ウィンチポイントもしっかり用意されとるでの。泥泥は深いが十分渡ることができるのじゃ。さらにしばらく道に沿って進むと目的のタスク崖崩れが見えてくるので、こちらを受注しそのまま用意してきた鉄骨を納品して達成してしまいましょう。崖崩れを完了したら手前の T 字路に戻り今度は南に向かう道を進むのじゃ。この道の先にあるのがコスモドロームの拠点となるガレージですね。ガレージに着いたらトレーラーを売却しトラック保管庫から T813 に乗り換えるのじゃ。車を乗り換えたら崖崩れを直した T 字路を左折してさらに先を目指すぞい。次の目標ですが、タスク倒れた木を突破するために農場に修理用交換部品を拾いに向かいます。ここからはしばらく道なりじゃからカットするぞい。道に沿って走っていくと大きな T 字路に到着するでの。ここを右折した先が今回の積み込み先の農場じゃな。農場に着いたら修理用交換部品を2つ積み込みます。今回必要な荷物はこの2つで十分なのですが、ここから向かう先は遠いので同じ敷地内にある燃料タンクを少し引いていきます。敷地内で見つかる燃料タンクはスカウト用のものじゃからミッチを使って引っ張っていくぞい。それぞれを用意したら元来た道に戻りさらに道路を南下していきましょう。道路を南下していくと今回の目的のタスク倒れた木に到着します。こちらで修理用交換部品を2個要求されるので農場で積んだ荷物を納品して突破しましょう。これでここの通行止めも復旧完了じゃな。この調子でどんどん進んでいくぞい。忘れがちじゃがウィンチが外れとるでの。後ろのトレーラーを再度つなぎ直したら出発じゃな。さらに道を進むと左手に建物がある T 字路にたどり着くので、今回はこちらでトレーラーから燃料を補充して切り離して置いていくことにしました。この辺りは比較的攻略でよく通る場所だでの。燃料を置いておくと便利に使えるからおすすめじゃな。ちなみに目的地はまだまだ先じゃからの。不安ならつないだまま先に進んでも大丈夫じゃて。しばらく道なりに進むと正面に街が見える T 字路にたどり着くので右折して進んでいきます。ここを右折すればあとは道なりに進めば目的地じゃな。燃料タンクを引いているならここで切り離していくのじゃ。そして道なりに進んでいくと橋が見えてきますのでこれを渡っていきましょう。ここまで来ればもう一息じゃぞ。橋を渡ったら左手に教会が見えるでの。その左を通り抜ける形で裏手に回るのじゃ。教会の横を通り抜けると突き当たりになって一見道がなくなってしまうのですが、実はここが今回の目的のタスク星を仰ぐものの入り口となっています。タスクを知らなければまず気がつかない場所じゃろうて。ここから先はノーカットで進めていくが、見ての通りウィンチを使わぬと進むのは困難じゃな。幸いウィンチポイントは用意されていますので大変ですがなんとか進んでいきましょう。分かってるとは思うが恐ろしいことを言うと横転したらガレージからまたここまで走る羽目になるでの。うっかりミスなどで動けなくならんよ。集中して進むんじゃぞ。605R を手に入れるための最後の試練ですね。
厳しいがこの程度超えられねば、軸樹 605R を使う資格がないと心得よ。強力な車両だからこそ簡単には取らせてもらえないんですね。さてで取りに来ること自体が間違ってるとも言うがの。さて、これで今回の最終目標のタスク、星を仰ぐものに到着じゃな。このタスクを攻略すると、こちらに置かれた軸図 605R を使うことができるようになります。タスクの内容自体は比較的簡単で、修理と燃料を補給すれば達成となります。じゃから D813 から修理と燃料補給を行うだけで、このタスクは達成じゃな。お疲れ様でした。これで今回の目標である軸図 605R を入手ですね。これにて今回の解説は終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。ちなみに今回のチャレンジでかかった時間は、新規データを作ってからちょうど2時間じゃったの。初回チャレンジの時は2時間半を超えてたからの、かなり時間短縮できたと主も喜んでおったな。初回チャレンジの時はいろいろひどかったですからね。と言っても今回も荷物を間違えたりしてますよね。ほっほ、それは言わないお約束じゃな。あやちは思いつきで動くから事前に確認などせんからな。もう少し計画性っていうものを持ってもらいたいのですが、他を編集でカットするの結構大変なんですよ。当人曰く、シノランは失敗こそ花でありにしば、などと言っておるからの、直す気もないんじゃろうて。確かに何もなければトラックが延々走るだけの動画になってしまいますが、仮にも解説動画としてやるときぐらい、もう少し真面目にやってほしいですね。この動画の撮影の時も延々喋ってたでの、素材として使いたいと事前に言っておいたはずなんじゃが。音声はまだカットできますが、視点をせわしなく回すので、動画素材として切り抜くのが大変でしたよ。やたら修理を確認するのはあれはもう癖なんじゃろうな。動画を見てこんなに動かしてるのかと驚いておったわ。なんとか形になったから良かったですが、いつか NG 出して一から再撮影とかありそうで怖いです。その時はまあ、あやちの自業自得じゃな。ところで、エンディングかと思っていましたが、まだかなり動画の尺が残っていますね。良いところに気がついたの。動画の目的としては終わったんじゃが、この動画を撮影した時に新 DLC 車両としてアジョブロク7096アトムが実証されての D813 の代わりにこちらでもできるか実験しておったから、おまけとしてその時の様子でも紹介しようと思っての。あれ、必要あります？正直動画にしなくてもいいと思いますよ。わしもそう思うんじゃが、あやちが頑張ったんだから動画に出せとうるさいでの。まあ一応挑戦した記録として残しておくぞい。
いい感じの音楽でごまかしていますが、正直おすすめできるようなものではありませんでした。車両が長すぎる上にタイヤもオフロードなので、たどり着くのもかなりの時間を必要とします。後動画でもなっていましたが、横倒しになりやすくかなり怖かったです。できなくはないくらいの認識で良いと思うぞい。さて、今回の動画はここまでじゃの。こちらのチャンネルでは主にスノーランナーの攻略に関する動画を投稿しています。役に立ったと思った方はチャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。またよければ遊びに来てくれると嬉しいぞい。それでは皆様、良きヌタライフを。回想シーンとか遊ぶのくだりってやっぱり